ペイン料理が何かっていうと定義ってまだ定まってないところもありまして、やっぱり地方料理の集合体だったりするんですよね。それぞれの地方のシェフが自分たちの地元の料理であったりとかスペインの料理であったりとかを自分たちの解釈で自由に料理を形を変えたり分解再構築なんて言われたんですけども、まさにその通りだったなと思うんです。私はもうスペイン料理じゃないってよく言われるんですけど、スペイン仲間とかにも自分たちが子供の頃から食べていた料理、好きだった料理を自分たちの解釈で自分たちの表現をするっていう意味では、それが私にとってはバスクの料理であって、スペインの料理であって、それが今の川島宏の料理なのかなと。で、奈良南部、葛城で育つ合鴨ですね、大和鴨という鴨を使ったお料理になります。低温のオリーブオイルの中でゆっくりと火を入れまして、真空パックをして火を入れたものになります。で、合わせて同じエリアで育つ無農薬の八作ですね。同じく柑橘なんですけども、大和立花をドライにしたもの、ムーランで後から添える大和立花の皮ですね、実と皮ドライにしたものは香りを食べるといった印象で、軽く粉砕したものを中に入れまして、皮だけのものと実が入ったものと両方使ってちょっと複雑な香りの印象になるように、香りが非常に重要ですので、あんまり複雑にしないでシンプルに仕上げたいと。命の生きてる瞬間をいただくので、そのまま使わずにシャープに断面をスパッと切って、お客様はもしかしたら無意識レベルというかでしか感じないかもしれないんですけど、非常に軽やかで断面が非常に綺麗に出るので、鋭さをなんとなく感じるんじゃないかなというふうに。アーモンドを削ります。両刃になってたんですよね。だから行きだけじゃなくて帰りも同じように粉砕することができるので、そういった意味ではスムーズに作業ができるなと。八作はなんか塊ではなくてつぶつぶすることで物が生きてるような食感になれば。でもう一種類大和立花の葉ですね、非常に細かく硬さがあるので、実と皮と葉と全部使うようなイメージで、オリーブオイル、塩、ちょうどこの時期は赤玉も新玉が出てきますので、ちょっと土の香りのする酸味のあるロゼイユ、これはスタイリッシュなのでサービスがお客様の前でも仕上げにかけたりします。非常に粗くも削ることができますし、非常に細かく削ることもできる大和立花の実と皮の葉の乾かしたものですね。それをたっぷりかけることで味、香り、それから旨味ですね、一つにならずにそれぞれ分かりやすく食べていただけるようなことを目指した料理になります。アコルドゥはスペインのバスク語でも記憶という意味なんですけども、記憶に由来する主観に訴えるような料理を作ろうと。夏ってこんな匂いがするよねとか、森ってこういう質感だよねとかっていうのをそれぞれが持ち合わせている記憶に寄り添うような料理、水門町ってこの場所に来てからは奈良の記憶も含めて古い歴史もありますし、いろんなお話があったりとか、生産者もそうですし生産物もそうですし、いろんなことを期待して人々が集まってくる場所でもあると思うんですよね。でそういった中でその地に根ざすっていうところをずっと考えながら料理をしてきたので、価格帯がどんどん上がっていくお店もありますし、そういう傾向にありますけど、一方でいろんな方が幅広く楽しんでいただけるような業態であったりとかスタイルであったりとか、価格帯の料理提供ができる場所も広くしていけたらなというふうには思っています。僕らはそのハーブにしても野菜にしてもまっすぐ切ることってあんまりなくて、本当に鋭く素材が野菜であろうが何であろうかハーブであろうが命の一瞬を切り取っていただくので、すごいシャープに切り口を作りたいっていう思いがあるので、そういった意味ではナンバーワンのナイフも細かな作業でなおかつ綺麗に切り揃えることができますし、ナンバー4も大きさと重さのバランスと切れ味と非常にバランスが良くて
今日アスパラもちょっと切ったんですけど、ストレスなく綺麗に切り添えることができるかなと思いました。ベルドゥーラスっていうスペイン行きを決めたサラダでもありまして、それはムガリツっていうレストランでどうしてもそれが見たくて、あまりレシピもいじらずに、で今でも季節がよかったり花があって若いハーブがある時期にはお出しする料理です。いわゆるホットサラダなんですけども、チーズの出汁をかけまして、一枚一枚ハーブ花野菜を入れてるんですけど、庭で採れるものは庭で採ったりとか5、60種類の素材が入るんですけど、例えばこれ採れるものなんかはディルであったりニラ、チャイブ、ベルガモット、ヤロウ、トウキの葉、花も生産者から来るんですけど、ボリジ、タイム、大根、ローズマリーからオクサリス、カーネーションもありますし、スミレもありますし、数えきれないですね日本で料理をしてる時は普通に素材の注文をして素材が届いて、それを持って美味しく料理を作ろうっていう感覚で料理をしてたんですよね。で向こうに行った時に昼外を歩いてもお店は全部閉まってたりとか、欲しい時に全てがあるものではないと。朝の仕込みが山に入って葉を摘んだりとかいうところから始まったり、裏口からキノコ取ってきたおじさんが取ってきたから買わないかって言ってくれたり、仕事に行く途中明日ミルク摘んできてくれとか、途中ブラックベリーがなってるから摘んできてくれとか、今までは注文したら来て美味しく作るじゃなくて、今の自分がどうなのかと、周りで生きてる人たちの姿がどうなのかということを料理にしていこうと。でそれが自分自身の料理なんだろうなというふうに変わっていったところが一番スペインで得たものかなというふうに思います。シンプルにタイムの花です。あれは十津川というすごく南の方、奈良の南部で採れる開きなめこというなめこなんですけど、しっとりした美味しいきのこで、大地の香り、森の香りを感じながら食べていただくと、開きなめこと合わせて黒いピューレがつけてあるんですけども、森のぬめっとした感じを出したいなと強調したいなと思いまして、ソースは森を使ったものなんですけども、黒いペーストはトランペットだけ、そうやって地のものだけというふうに執着する料理もありますし、掛け合わせていく中で新しい感覚を生み出すっていう考え方で作る料理もあります。奈良はあんまり素材がなさそうで、実は海の魚以外はすごく揃ってるんですよね。アイガモがいて、いい豚がいて、いい牛がいて、いい鳥がいて、山に入ればイノシシも、ここは鹿使っちゃいけないんですけど、鹿もいまして、野菜も米も非常に豊富に揃って、今日例えば使った八作なんですけど、農薬を使わないで柑橘作るって割と難しいんですよね。奈良南部にいるんですけど、樹高高さをね7メーターぐらいまで持っていくんですよね。柑橘って普通手が届く範囲で育てるんですけど、例えば足元に日陰になるので日が当たらない、草が生えづらい、だから除草剤はいらないとか、植樹してから農薬を使ったことがないとか、ブルーベリーの生産者で最初農薬を使いたくないと、やっぱり虫がついて仕方がなかったんですよね。ネットを張ってたんですけど、それも諦めてネットを外す。そうすると鳥が虫を食べに来ると、で糞をする、で土が肥えると、そういう循環をしてる人がいたりとか、大和マナっていう伝統野菜、本当は冬の野菜なんですよ。種を改良するんではなくて、夏に強い種を研究して探し続けたんですよね。でそれを増やしていく。だからその生産者が作るマナはほぼ通年あるとか、改良するんではなくて探し出すという努力をされて、ずっと使えるような状態にしたりとか、すごいストイックな生産者が奈良にはすごいたくさんいるかなというふうに思います。はい、デザートになります。素材探しに竹林に行った時にですね、季節は違ったので花は咲いてなかったんですけども、足元一面にスミレの葉がありまして、春になったらおそらく一面スミレが咲くのかなっていうふうに思ったんですけど、その時に雨がしとしと降ってまして、で薄暗い竹林の中でタケノコを探したんですけど、そのとは母親が素材に困ってる私を連れて行ってくれまして、でその時に
母親も年をどんどん取っていきますし、そういったなんか切なさとなんかこう竹林の薄暗さというか、でも足元一面にはこれからまた花が咲くっていう感覚がこうミックスされたデザートになります。ミルクベースの八朔のジュースを使ったジェラートですね。優しい味わいのジェラートで、それに最後仕上げにスミレのシロップを流すというデザートになります。構成している、下のパウダーですね、もちろん砂糖も含まれてるんですけども、メレンゲとかパートフィロとかそういったものをこう細かく砕いたものにちょっとこう墨のカラーをつけましてグレーに仕上げたものになります。最初のお皿も最後のデザートももう10年以上折に触れて出している料理になります。